鈴木の彼方。こんにちは、鈴木の彼方です。今回本編を始める前に、前回エレキマンステージで取っていなかったこのアイテム、マグネットビームを拾います。エレキマンステージについては概要欄にリンクがありますので、そちらをどうぞ。こいつはエレキマンかガッツマンを倒した後であれば取れるので、もしガッツマンから倒した人は2度手間なので、ここに戻らなくて大丈夫です。エレキマンをもう一度倒す必要があるのも面倒ですしね。ただし、これがないとガッツマンステージが面倒になります。さて、マグネットビーム。こいつは何に使うかというと、足場を作ることができます。ただし、時間が経過すると消えてしまいます。しかも、射撃ボタンを押している長さの分だけ足場が大きくなります。これを使って今回のステージを攻略していきます。それでは本編へどうぞ。今回はアイスマンステージを攻略していきます。このステージ、足場が非常に滑るので、ところどころ立ち止まって安全に進みましょう。最初に出てくるロボットはローリングカッターで倒します。こいつは上下に分裂するのですが、本体は上側なので、そちらに当たりやすい武器を使っています。下側を破壊したり、先に上下に分裂されると、こんな感じで非常に鬱陶しくなります。注意して倒しましょう。しばらくステージを解説することがないので、ロックマンのストーリーでもお話ししていきましょう。2000X 年、ドクターライトによって作られた工業用ロボットたちが一斉に暴れ出しました。犯人は世界征服を企む悪の科学者、ドクター・ワイリー。自分の兄弟たちが人間に危害を加える姿を見た家庭用お手伝いロボットのロックは心を痛め、自分を戦闘用に改造し、ワイリーと戦わせてくれとライト博士に懇願します。これから300年以上続くドクターライトとドクター・ワイリーとの戦いの火蓋がこうして切って落とされたのです。家庭用ロボット改め戦闘用ロボットロックマンは自分の仲間であるロボットと戦いながら苦悩の日々を過ごしていくことになります。先ほど300年と言いましたが、今後この2人が発端となって様々な戦いが起こります。それは後世でも代理戦争として引き継がれていき、全てが終わるのはずっと先のお話になります。可能であればそこまで実況していきたいですね。ステージ解説に戻りましょう。足元の敵を処理して消える足場を登っていきます。ここでマグネットビームを使っても問題ないのですが、このくらいならそのまま登っていった方がエネルギーを節約できます。操作がぐだってしまいましたが、消える足場を突破して次に行きます。ここはとりあえず足元にいる敵を処理して安全に上へ登ります。この消える足場は少し面倒な構成になっているので、この動画の最初で手に入れたマグネットビームを使用して進みます。問題はこの後です。動く足場が来るのですが、動きが完全ランダムで次の足場に飛び乗るタイミングがかなり分かりづらいです。一応前半だけどんな動きをするのかお見せします。最初の方は楽に進めていったのですが、最後の足場で立ち往生です。こんな感じで飛び移れないまま5分待った人もいるんじゃないんですかね。飛び移りに失敗してもアウト。敵の弾に当たってノックバックで落ちてもアウトなので、見た目以上に怖い場所です。さて、ここからはラックをします。マグネットビームを使って足場を作り、その上を進んでいきます。あっぶね、何やってんだ。危なっかしいところもありましたが、最初の足場さえ作ってしまえば、あとは楽に進めます。この後は下へ落ちていけばボス戦です。回復アイテムもあるのでしっかり回復していきます。全部のステージのボス前に回復場所があると楽なんですけどね。そしてボスといえばビッグアイですね。こいつもアイスマンさえ倒せれば楽になります。シャッターをくぐった後はバスターを連打しながら進みます。ボス部屋に入る前にサンダービームに変更しておきます。アイスマンは複雑な動きを一切しません。落ちながら3回攻撃を打ち、飛びながらもう3回攻撃をしていきます。この繰り返しなので弱点のサンダービームを当てることに集中すればすぐに倒せます。倒したらアイテムを取ってステージクリアです。ゲームの描画スピードが追いついていなくてロックマンが消えていますね。クリアしてるので大丈夫でしょう。
次回はファイヤーマンステージを攻略していきます。ご視聴ありがとうございました。